こんばんは、クリミナルです。今回は日本の未解決事件です。1990年10月14日午後5時20分過ぎ、大阪府豊中市の高級住宅街の一角にある一戸建て住宅にて、小学5年生の奈美恵さんが浴槽の中でぐったりとしているのを帰宅した母親が発見した。奈美恵さんは何者かに首を絞められており、心肺停止状態だった。奈美恵さんはすぐに病院に運ばれたが、意識は戻らず、事件から約2ヶ月後に残念ながら息を引き取った。司法解剖の結果、死因は窒息死と断定された。室内に物色された形跡はなく、土足で上がった跡はなかったが、2階の窓が開いていた。なお、室内からは犯人のものとみられる指紋は検出されていない。一部の新聞が無施錠の応接間から侵入と報じたが、鑑識によると犯人の侵入経路は依然不明のままである。母親の聡子さんは慌てた様子で現場から走り去る不審な男を目撃しており、警察はこの男が犯人とみて捜査に当たったが、目撃証言や証拠が乏しく、捜査は進展しなかった。そして本件は2005年12月に公訴時効が成立してしまった。10月14日日曜日、その日奈美恵さんは同級生の誕生日パーティーに参加し、午後5時2分頃に同級生の家を出た。友達と一緒に帰宅していたが、小学校前で別れ、その後は一人で自宅に戻った。その日、両親は共に不在で、家には奈美恵さん一人だった。帰宅時間は午後5時15分頃とみられる。そして、聡子さんが奈美恵さんを発見した時刻が午後5時20分過ぎ。つまり、約5分間に奈美恵さんは何者かに襲われたということになる。その日、聡子さんは父親の見舞いに出かけており、車で午後5時20分過ぎに帰宅した。その際、自宅玄関から表につながる階段を若い男が慌てた様子で駆け下りてくるのを運転席から目撃していた。若い男はそのまま住宅街の中を走り去っていったという。聡子さんは泥棒に入られたと思い、直ちに110番通報した。聡子さんが玄関ドアに手をかけてみると、鍵は開いていた。恐る恐る家に入ると、2階へ続く階段の上り口に洗濯物のハンガーが転がっていた。これは2階に干してあったものだ。聡子さんは2階に駆け上がり、奈美恵さんの部屋へと入った。しかしそこには奈美恵さんの姿はなかった。その日は10月中旬で少し肌寒い時期であるが、部屋の窓は開けっぱなしになっていた。聡子さんは奈美恵さんの名前を呼びながら家の中を歩き回る。すると浴室の明かりがついていることに気づいた。浴室に入ってみると、そこにも奈美恵さんの姿はない。ただ浴槽に蓋がしてあった。蓋を開けてみると、6分目くらいまで水を張った浴槽の中に服を着たままの状態でぐったりとしている奈美恵さんがいた。浴槽の水面には吐砂物が浮遊していた。聡子さんが奈美恵さんの名前を呼び、体を揺らしてみても反応はなかった。奈美恵さんはすぐに病院に運ばれ ICU に隔離された。奈美恵さんの首には幅5センチほどの索状物の痕跡と吉川線が確認された。吉川線とは、被害者が首を絞められた際に手でそれを解こうとするときにできる防御創のことである。鑑識は奈美恵さんの首の写真を何枚も撮り、凶器を特定しようとしたが、結局凶器の特定はできなかった。聡子さんが目撃した若い男の特徴を挙げていく。年齢は20歳から25歳くらいとみられ、身長は約170センチで中肉。鼻の下に髭を生やしていたのが特徴的であったという。服装は茶色のシャツに黒いジーンズ姿で小さいバッグを持っていた。聡子さんの感想としては、ファッションに気を使っていそうな感じだったそうだ。なお、同日の5時前に被害者宅の玄関門越しに若い男が犬をあやしている姿を近隣住民が目撃している。この人物は戦術の若い男と同一人物と見られている。
この目撃証言が正しければ、若い男は30分ほどその場に滞在していたか、家に侵入していたということになる。しかし、浪江さんが帰宅するまで玄関のドアは施錠されていたはずであり、開いていたとされる2階の窓から犯人が侵入することは不可能であり、窓から侵入した痕跡も確認されていない。犯人は以前から浪江さんを知っており、狙った上での犯行だったのか、それとも犬をあやしている時に帰宅した浪江さんを見かけたことで衝動的に犯行に及んだのだろうか。この事件は目撃証言や証拠も乏しく、情報も多くありません。その上で考察していきたいと思います。おそらく犯人は、聡子さんが目撃した若い男が濃厚だと思います。この事件の目撃証言は、この若い男のみとなっています。事件現場は住宅街で、現地住民以外は何か目的がない限りは足を運ぶことがないような場所です。駅は西方面にありますが、犯人が走り去った方角までは情報としてありませんでした。犯人が現場近くに住む人物なのか、それとも通りすがりの人物なのかは正直わかりません。犯人の動機ですが、おそらく空き巣や強盗ではないでしょう。事件が起きた日時は日曜日の夕方です。犯人が空き巣であるならば、日曜日の夕方には空き巣には入らないでしょう。おそらく犯人の動機は、いたずら目的、もしくは快楽殺人ではないでしょうか。私の考えでは、犯人はいたずら目的であったが、浪江さんに騒がれ、顔を見られてしまったため、犯行に及んだものだと思いました。一部の新聞が、無施錠の応接間から侵入と報じましたが、おそらく犯人は、浪江さんが帰宅し、鍵を開けた際に押し入ったのではないでしょうか。また、土足で上がった痕跡がないことから、犯人は玄関で靴を脱いだはずです。さらに現場からは指紋が検出されていません。犯人は冷静で頭が良く、物おじしない人間だったのではないでしょうか。これは推測ですが、犯人が帰宅した浪江さんに、ご両親はと声をかけ、浪江さんはまだ帰っていないと答えた。そこで犯人は浪江さんがドアを開けた瞬間に押し入った。この説ですと衝動的な犯行となりますが、指紋を残していない点を踏まえると、犯人は以前から浪江さんのことを知っており、手袋や紐などを用意するなど、ある程度計画的に犯行に及んだという線も捨てきれません。仮に凶器が紐類だったとすると、普段から持ち歩かないものだと思います。ただ犯人が紐やロープなどを仕事で使う職業についていて、事件の日、近くで現場仕事があり、その帰りに偶然浪江さんを見かけ、犯行に及んだ、という線はあるかもしれません。次に、浪江さんが首を絞められた場所ですが、おそらく浴槽の中でしょう。浴槽の水面に吐砂物が浮遊していたからです。これは、浴槽で浪江さんが首を絞められ、苦しさのあまり吐いたものだと思います。おそらく浪江さんは2階の自分の部屋まで逃げ込んだが、犯人は2階まで追ってきた。そこで部屋に干してあった洗濯物を犯人に投げつけ、1階に降りて浴室に逃げた。しかし犯人は浴室まで追ってきて、逃げ場を失った浪江さんは、そこで首を絞められてしまったのではないでしょうか。そして、外に車の気配を感じた犯人は、慌てて玄関から飛び出し、住宅街の中を走り去っていった。という流れではないでしょうか。おそらく警察は犯人像を若年層の男に絞った上で現地を中心に徹底的に捜査に当たったはずです。しかし犯人を挙げることは未だできていません。この事件は目撃証言や証拠が少なすぎました。浪江さんのご両親は時効成立後に手記を公表しました。その手記にはこう記されています。罪のない幼い命を奪った犯人が善良な市民の顔をして今もどこかで暮らしているのが許せません。今からでも真実を語ってほしい。目撃された若い男が犯人なら現在の年齢は50代くらいでしょう。もし犯人が存命であるなら一刻も早く自首してください。あなたは罪のない子供の命と未来を奪いました。ご遺族に謝罪をし、真実を語る責任があります。最後に、浪江さんのご冥福をお祈りいたします。
こんばんは、クリミナルです。今回は日本で起きたある事件をご紹介します。1993年5月、47歳の男性が総合病院に搬送され、その後亡くなった。病院の看護師は犯罪の疑いがあるため、警察に検視の依頼をかけた。病院は異常死の疑いがある場合、警察に通報する義務があるのだ。警察が病院に到着すると、喪服を着た集団と亡くなった男性の妻と娘がおり、すすり泣いていた。喪服を着た集団は、どうやら亡くなった男性が勤める会社の社員のようだ。亡くなった男性は健太さんで、頭のてっぺんからつま先まで全身に皮下出血が見られた。その他にも目の周りがパンダのようになるブラックアイや耳の裏側にあざができるバトル兆候が見られた。検視の結果、健太さんは明らかに暴行されていた。もしかしたら健太さんは集団リンチにあったのかもしれない。検視に当たった検察官はそう感じていた。健太さんが勤める会社は大阪府に本社を置く中堅メーカーで、明治期創業の老舗で、社員は100名ほど。健太さんはこのメーカーの営業課長で、この会社は事件の数年前に先代から経営を引き継がれた B が社長に就任していた。警察官は会社関係者に事情聴取を行った。同僚によると、健太さんはおとなしい性格だったが、ちょくちょく仕事でミスをしていたという。健太さんはその度に社長に応接室に呼びつけられ、怒鳴られていたという。その際、すみません、許してくださいと泣いて許しを請う健太さんの声が事務所に響いており、壁を殴ったり蹴ったりするような音を社員らは聞いていた。なお、社長が怒鳴りつけていたのは健太さんだけではなかったようだ。事情を聞いた警察官は、社長が社員に暴力を振るっているのではないかと感じた。そこで、社長に暴力を受けたことはと担当直入に聞いてみた。すると社員らは、そんなことはありません。社長が暴力を振るう光景は見たことがありませんと話した。ただ、事情を聞いていた警察官はあることに気づいた。社員の腕にあざがいくつもできていたのだ。それはどうしたんですか？そう警察官が聞くと、自転車で転倒した時にできたものです。と社員は話した。また、会社の幹部らは、健太さんは最近体調を崩していた。病気の中、仕事を頑張りすぎたために亡くなったのではないか。そう話した。遺体の状況から、健太さんが体調不良の末に亡くなったとは思えない。会社の幹部らの言動は、事件を隠蔽しようとしているとも取れた。どうやら何かを隠しているようだ。警察は、健太さんは会社の応接室で暴行されたとみて、科学捜査研究所にルミノール反応検査を依頼した。ルミノール反応検査とは、血液成分に反応するルミノールを使って血液を特定するもの。すると予想通り、応接室で健太さんの血液が検出された。間違いなく健太さんはこの場所で暴行されていた。さらに壁紙が浮いていることに気づいた。捜査員が壁紙を持ち上げてみると、そこには拳くらいの凹みがいくつも確認された。後に分かったことだが、社長は格闘技経験者で社員を叱責するときに壁を殴って脅していたのだ。その後司法解剖が行われ、健太さんの死因が急性硬膜下血腫であることが判明。また、健太さんの胸部や腹部には何発も殴られた跡があり、肋骨が数本折れていた。この場で健太さんが何者かによって暴行されたことは明らかであった。しかし、一番疑わしい社長は自分は暴力を振るっていないと全面否認した。捜査が進むにつれ、当初社長をかばっていた会社の幹部らが真実を語り始めた。社長は業績不振でイラつき、ミスをした社員を怒鳴り、壁を殴って脅していた。事件の日、健太さんは応接室で社長に業務報告をしていた。
その際、仕事でミスをした健太さんに激怒した社長は、その場で殴る蹴るの暴行を加えた。その暴行は壮絶なもので、健太さんは意識を失い、その場に崩れ落ちた。そして事態を知った会社の幹部らが健太さんを病院に運び込んだのである。しかし、すでに心肺停止状態だった。そして健太さんは亡くなってしまったのである。事件から半年後、社長 B は傷害致死の疑いで逮捕された。B は過去にも社員に暴行を働き、全治6週間の怪我を負わせ、書類送検されていたため、裁判では実刑判決が下された。社長が逮捕された後、まるで呪縛が解けたかのように、社員たちは語り始めた。社長が怖くて真実を話すことができなかった。私も社長に殴られたことがある。蹴り飛ばされたことがある。健太さんは昔、先代の社長に拾ってもらった恩があり、現社長に厳しく叱責されても逆らうことは一切なかったという。健太さんは自分が耐え忍ぶことにより、会社を守ろうとしていたのかもしれない。捜査に当たった警察官はそう感じ、心を痛めた。日常的に社員に暴力を振るっていた社長。彼が経営する会社では恐怖政治が行われていました。健太さんが亡くなった後も恐怖に怯えた社員は口を開かず、幹部らは事件を隠蔽しようとしました。おそらく会社では社長が絶対的存在だったのでしょう。本来企業は社長の他に会長や役員、株主がいます。いくら社長といえども何でもかんでも好き勝手にはできません。しかしワンマン経営の場合、社長の周りにはイエスマンばかりが残ります。おそらくこの企業もそうで、幹部らは社長の言いなりになっていたと思われます。人間は権威に服従しやすい生き物です。さらにそこに社長の恐怖政治がのしかかったことで、より服従してしまい、社長のことを口にしてはいけないという同調圧力が蔓延していたと思われます。同調は人間が普遍的に持っている性質で、それは人間の生き延びに役立ってきたと言います。この同調はいい方向に働くこともありますが、悪い方向に働くこともあります。この事件について考えてみると、社長が社員に暴力を振るっているという事実を社員の一人が黙っていようとします。すると、その圧力が他の人に伝わり、どんどん連鎖していきます。社長に意見しない、社長の暴力を見なかったことにする、逆らわない。そうすることで、個人個人は会社で居場所を確保できる。しかし結果として社長の独裁がより進み、集団全体のパフォーマンスは著しく低下するのです。この社長は日常的にパワハラをし、ついに事件を起こしました。そういった人間は自覚がなく、加害者であるのに被害者意識を持つ者もいます。また、特権意識を持っていることも多く、自分の意見、行動が最優先されるべき、それらは正しい行動だ、と思い込んでいます。さらに社長である B は権力も持っていたため、その意識はさらに増幅していたものと思われます。社長の頭の中では、仕事のミスをした健太さんを悪とし、私は健太さんから被害を受けた。だから自分は仕方なく暴力を振るった。指導のつもりだったと考えていた可能性があります。もし皆様の中で会社でパワハラや暴力を振るわれている方がおられましたら、全国の労働局、労働基準監督署にある労働相談コーナーに電話で相談しましょう。そこで無料で相談に乗ってくれます。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。こんばんは、クリミナルです。今回は日本で起きたある事件をご紹介します。2009年6月中旬、とある川の護岸から1メートル離れた浅瀬で、男子高校生、湊くんの遺体が発見された。身元は湊くんが所持していた定期券からすぐに判明した。湊くんは白いカッターシャツに黒いズボンを履いており、左側の頭部が陥没していた。バットか何かで激しく殴打されたようだ。
これは明らかに他殺であり、後日行われた司法解剖で死因は脳挫傷と判明した。湊くんの左眼球は潰れており、右目は見開いていた。左側の頭部を中心に殴打されていたことから、犯人は右利きと見られた。また、湊くんが所持していた携帯電話がなくなっていた。これは犯人が持ち去ったのか、川に投げ込まれたのか、この時点では不明であった。遺体発見から数時間後、すぐに捜査本部が設置され、捜査が開始されると、捜査本部はすぐに被疑者を割り出した。被疑者は被害者と同じ高校生であった。被疑者の名前はアキラ。彼は湊くんとは別の高校に通っていた。アキラは身長170センチで痩せ型。T シャツに短パンを履いたその姿は一見普通の高校生である。親同伴のもと任意で取り調べを受けたアキラはあまり動揺する姿は見せず淡々と質問に答えていった。アキラは犯行を自供し凶器のありかも明かしたため後日同行見分が行われた。同行見分とは本人に犯行現場や遺棄現場を案内させ所在地を記録することだ。この同行見分を記録した資料が逮捕状を請求する際に必要となるのだ。アキラを乗せたワンボックスカーは彼の自宅近くのプレハブ作りの倉庫にたどり着いた。車を降りるとアキラは近くの側溝を指さした。そこにはポリ袋が隠されていた。捜査員は自分の DNA を残さぬようにエプロン、ゴム手袋、マスク、キャップ帽を身につけポリ袋を開けた。すると中から血だらけの木槌、カッターシャツ、制服のズボン、スニーカーが見つかった。それらは犯行時に使用した凶器、着用していたものだった。捜査員がちらりとアキラの顔を見ると、彼は顔色一つ変えず、あいつは殺されても仕方がないやつです。とつぶやいた。次に凶器のバットを捨てた現場に車で向かう。そして近くの河川敷に到着すると、アキラは草むらを指さした。するとそこから真っ二つに折れたバットが発見され、その表面は焼け焦げていた。アキラはライターでバットを燃やし、証拠隠滅を図ろうとしていたのだ。しかしライターの火力ではうまく燃えず、途中で諦めたようだ。そして現場からなくなっていた湊くんの携帯電話だが、アキラが持ち去っていた。警察が端末を調べるとメールの一部が削除されていた。アキラはここでも証拠隠滅を図っていた。アキラと湊くんは別々の高校に通っており、接点はなかったはず。動機は一体何だったのだろうか。実は、アキラと湊くんは事件の2日前に初めて会った間柄であった。アキラは事件の2ヶ月前に女子高生の沙織さんと知り合い恋愛相談を受けていた。その沙織さんの彼氏が湊くんであった。沙織さんと連絡を取り合ううちに次第にアキラは沙織さんに恋心を抱いた。そして彼氏がいることを知りながらアキラは交際を申し込んだ。しかし、交際は拒否された。それでもアキラは諦めきれず、沙織さんにしつこく付きまとった。困り果てた彼女は、彼氏の湊くんに相談した。すると湊くんは、いい加減にしろと、アキラに警告のメールを送った。同時に沙織さんも、もう連絡してこないでと、アキラにメールを送った。しかしアキラは、この事態を曲解した。きっと彼氏が沙織さんを束縛しているに違いない。そう思い込んだアキラは事件の2日前に湊くんを呼び出し、沙織さんを束縛するなと直接抗議した。しかしその抗議は受け入れられることはなかった。そして事件当日の午後7時半、アキラは話があると言って湊くんを駅前に呼び出した。湊くんが到着すると彼を自転車の荷台に乗せ川の護岸に向かった。到着すると湊くんに心理テストをしないかと話した。湊くんをその場に座らせ両目を閉じるように指示した。そしてアキラは隠し持っていた木槌で湊くんの頭部を殴打した。
湊くんはその場に崩れ落ち、気を失った。湊くんが死んだと思った明は、護岸から川へと湊くんを蹴り落とした。そして立ち去ろうとした時、意識を取り戻した湊くんが川から這い上がってくるのが見えた。すると明は、事前に草むらに隠してあった木製バットを手に取り、バットが真っ二つに折れるまで湊くんの頭部を何度も殴った。明はこう供述した。頭部を狙ったのは急所だから、奴が沙織さんを困らせているのが許せなかった。彼女を助けるためには奴をこの世から消すしかなかった。明は殺人と死体遺棄容疑で通常逮捕され、2011年2月、少年の有期刑の上限である懲役5年以上10年以下の不定期刑が言い渡された。明の一方的な思いから起きてしまった事件。彼は知り合ったばかりの沙織さんに恋心を抱き、恋敵である湊くんを憎みました。明に恋愛相談に乗ってもらっていた沙織さん。おそらく軽い気持ちで湊くんに対する不満を漏らしていたのでしょう。そしてその相談相手が彼氏を殺めるとは夢にも思っていなかったことでしょう。相談を受けた明は、沙織さんの彼氏はろくでもない奴だと勝手に思い込み、そんな奴から沙織さんを守ってやらなければいけないという使命感に駆られました。その使命感の根底には、自分と付き合ってほしいという欲求もあったでしょう。しかし現実は、沙織さんからは突き放され、恋敵の湊くんからは、もう付きまとうなと警告をされてしまいます。すると明は一方的な思いを抱えたまま暴走してしまいました。遺体の状況や明が発したあいつは死んでもしょうがないやつですという言葉。この言葉から湊くんを憎む気持ちがとてつもなく大きかったことと自分が引けばいいという考えが毛頭なかったことが伺えます。こうした事件は葛藤殺人といっていわゆる地上のもつれです。地上のもつれというのは親密な人間関係の間で起こることが多いとされています。ただ明は沙織さんと知り合って2ヶ月の関係でしたが、一方的に恋心を燃やし、守ってやりたいという身勝手な思いから強行に及んでしまいました。おそらく明は沙織さんを彼氏から解放してあげようと勝手に思っていたのでしょう。恋愛は陶酔感情です。そこが二人きりの世界であれば問題は起きないのですが、そこに第三者が割り込んでくると、そこには嫉妬、不安、恐怖感が生じ、最悪の場合、事件に発展してしまうのです。自分のものにならないなら、という気持ちから、男性が女性を殺める事件は、これまでに多数起きています。ただ今回の事件は、男性が男性を手にかけました。統計的に見て殺人事件は男性間で最も起こることが分かっています。そこには配偶者や恋人の獲得、競争心、意地の張り合い、メンツ、自己評価に関わるものが多いとされています。明が発した奴が沙織さんを困らせているのが許せなかったという言葉。おそらく明は沙織さんは彼氏の湊くんに言われて仕方なく自分を突き放したと思い込んでいたのではないでしょうか。明の勝手な思い込み、歪んだ愛によって一つの尊い命が奪われてしまったのです。最後に湊くんのご冥福をお祈りいたします。こんばんは、クリミナルです。今回は昭和の時代に未成年が親族を殺めてしまった事件をご紹介していきたいと思います。殺人事件で一番多いのが親族間によるもので、その割合は 55% と言われています。この親族間殺人は時代や国を問わず一定して発生すると言われており、それはベルッコの法則と呼ばれています。長い時間一緒にいることで愛情や愛着、絆も生まれますが、親の教育方針や家庭環境、虐待の有無によって家族に対し憎しみを抱いてしまうこともあります。また、鬱積していたものが爆発し、暴れてしまうこともあります。少年たちの動機は様々です。では、始めます。
男子高校生の健太郎は石鹸売りのアルバイトをしているさなか、農家の男性 B と知り合い、前年の10月に養子となっていた。養父となった B は既婚者で、生け花や料理を好むなど女性的であった。しばらく経った頃、彼は異変を覚える。B の自分に対する溺愛が過ぎるのだ。B は毎日のように学校まで健太郎を迎えに行き、二人だけの温泉旅行へ連れ出したりもした。実はそれは、子に対する愛情ではなく、同性愛的な愛だったのだ。それに気づいた健太郎は家出をしたが、B はしつこく追ってきた。健太郎を捕まえた B は、彼を観光旅行に連れ回し、体の関係を求めた。ついに耐えきれなくなった健太郎は、滞在中の愛知県の旅館にて、B を殺めた。男子高校生の浩二は内気な性格で友達ができなかった。また、母親から強いられた過度な勉強によってノイローゼを起こしていた。それが原因で転校をしたが、次の学校でも馴染めず退学していた。ある夜、浩二が自分の部屋で G 行為にふけっていた。しかしそれが母親に見つかってしまい、こっぴどく叱られた。それから数時間後、浩二は眠りについた母親の首を力いっぱい帯びて締めて手にかけた。さらに母親にべったりだった妹も同様に手にかけた。浩二はしばらくの間遺体と共に生活していた。ただ、浩二は知人宅に不法侵入し暴れたことで逮捕された。そして翌日、警察が浩二の家を捜索し、母親と妹の腐乱した遺体を発見したのである。浩二は取り調べ中に警察官に殴りかかるなど異常な凶暴性が垣間見えた。その後浩二は精神鑑定にかけられ、心神喪失状態と診断され、不起訴となった。1953年12月、男子中学生の守はその日学校をサボって家で遊んでいた。母親は8年前に亡くなっていて、次女である姉が母親代わりだった。守は手癖が悪く、ことあるごとに姉に叱られ、殴られていた。守は消極的な性格で、学校に友達はいなかった。そのため、あまり学校にも行きたがらず、この日もサボっていたのである。しかし、昼食を取りに家に戻ってきた姉に見つかってしまい、ひどく叱られた。それに腹を立てた守は、近くにあった丸太で姉を殴り、ナタやスコップでめった打ちにし、姉を手にかけた。その後、遺体を川辺まで引きずり、そこに埋めた。しかし、近隣住民が姉の遺体を発見し、事件が発覚。こうして守は逮捕された。なお、発見された遺体の手足は切断されていた。これは1977年5月27日に起きた事件。その日、中学3年生の達也はタバコを吸いながら同級生と電話をしていた。すると父親がタバコを吸うなと注意にやってきた。腹を立てた達也は同級生にちょっと待っててと言って受話器を置いた。そして台所にあった包丁を持ち出し父親の心臓を刺した。受話器を手に取った達也は、今、父親を刺してやった、と同級生に話した。同級生にはうっすらとうめき声が聞こえていた。その後達也は同級生8人を家に呼び寄せ、助言を求めた。同級生たちは自首をするようにと言ったが、達也はそれを堅くなに拒んだ。その日はそれで解散となり、翌日、達也と同級生たちは普段通りに登校した。ただ、父親がいなくなったと口にしたのを教師が聞き、教師同行で達也の自宅へ向かうことになった。しかし、自宅にはまだ父親の遺体が置かれている。怖くなった達也は途中で逃げ、近くの山へと身を隠した。しばらくそこに身を隠していたが、腹が減ってしまい、同級生に電話をし、食料を取りに行く際に逮捕された。その喧嘩は本当に些細なものだった。
中学1年生の大輔は、その日、見たいアニメ番組があった。しかしその時、姉がテレビでバレーボールの試合を見ており、テレビのチャンネル争いが起きた。癇癪を起こした大輔は、家にあった猟銃を持ち出し、姉の頭部を撃った。姉は病院に運ばれたが、助からなかった。事件は東京都北多摩郡で起きた。中学2年生の拓也は両親と千葉県で暮らしていた。ある日拓也はひょんなことから自分が捨て子だということを知ってしまう。それ以来拓也は荒れ始め、両親の手に負えなくなった。困り果てた両親は東京に住む弟夫婦に拓也を預けることにした。事件の日、拓也はおばにパンを食べたいからお金をちょうだいとお金をせびった。しかしその時、おばは夕食を作っている最中でそれを断った。すると拓也は激高し、おばの後頭部を激しく殴打し、井戸に放り込んだ。拓也は強盗の犯行に見せかけるために金庫から16,000円を盗むと電車で国分寺駅まで行き適当な場所に金を埋めて隠した。そして何事もなかったかのように叔父を駅まで迎えに行き一緒に帰宅する。拓也はアリバイ工作を図ったのだ。帰宅後当然事件が発覚し大騒ぎになった。しばらく押し黙っていた拓也だったがついに自分がやりましたと自白した。拓也はおばにお金をせびった際に自分が捨て子だから断られたと勝手に思い込んでいたのだった。今回は昭和に発生した事件を6件ご紹介しました。2つ目の事件に触れますが、事件を起こした浩二は口数は少なかったですが、親の言うことを聞く、いわゆるいい子でした。そして肉親を殺めてしまう子は世間的に見ていい子であることが多いとされています。浩二が妹を殺めたのも極楽に送ってやるためでした。その犯行は憎しみからではなかったのです。学校にも馴染めず母親から強いられていた勉強にも嫌気がさしていた浩二。もしかしたら唯一の逃げ道が自慰行為だったのかもしれません。そして自由になるためには母親を手にかけるしかない。そう思い込んでいたのかもしれません。ちなみに参考文献には父親のことは何も書かれていませんでした。もしかしたら浩二の家庭は母子家庭だったのかもしれません。決して母子家庭がいけないというわけではありませんが、一般的に父親と母親の考えは異なっており、教育においてバランスが取れます。例えば母親が甘やかしすぎると父親がブレーキをかけたり、父親が厳しくしすぎると母親がフォローします。このように役割が分担できるのです。結びになりますが、過去に起きてしまった悲惨な事件から何かを感じ取ったり、学びを得ることが大事だと思います。それでは今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。こんばんは、クリミナルです。今回はアメリカで発生した連続放火事件をご紹介します。1987年、アメリカ・カリフォルニア州ベイカーズフィールドの生地屋で火災が発生した。消防署員が現場に急行すると、今度は同じ地域で別の火災が発生した。放火調査官のケイシーが現場に到着すると、そこには火のついたタバコ、3本のマッチ、筒状に巻かれた黄色のメモ用紙が見つかり、それらは輪ゴムで一緒に留められていた。いわゆる放火装置である。そして今度はベイカーズフィールドより160キロ南に行ったフレズノで火災が発生した。調査官のケイシーはこれらの火災は連続放火犯による犯行ではないか、そう感じていた。ケイシーが放火装置を指紋鑑定家に送ったところ、メモ用紙から左手薬指の指紋を採取することができた。早速その指紋を州の犯罪記録データベースで検索にかけてみたが、適合者は見つからなかった。ケイシーはふとこんなことを考えた。フレズノで発生した火災は放火調査官たちの会議が終わった後に発生していた。
その会議に参加した人数は242人で、そのうちの55人がフレズノ方面へと向かっていた。もしかしたら会議の参加者の中に放火犯がいるかもしれない。そう思ったケイシーは55人の名前をリストアップした。そんなケイシーの姿を見た同僚は彼にこう言った。正気か？まさか仲間を疑っているのか？ただ、これらの放火事件は迷宮入りとなってしまった。それから2年後の1989年、パシフィックグローブで放火調査官たちの会議が開かれた。そして会議が終わった後にロサンゼルス方面への高速道に沿って複数の火災が発生した。これが周辺地図である。ちなみにこの会議を終えた後、ロサンゼルス方面へと向かった調査官は10人だった。今回の火災においても現場から指紋を採取できたので、今度は FBI の全米犯罪記録データベースを用いて指紋の検索を行ったが、またしても適合者は見つからなかった。翌年の1990年10月から91年3月までの間、ロサンゼルスのドラッグストアや小売チェーン店などで複数の火災が発生。3月下旬には1日に5件の店舗が放火被害に遭った。ただ、放火された中で店員が火を消し止めることに成功していた店舗があった。早速調査官のケイシーが現場に赴くと、そこでも放火装置が発見され、それはベイカーズフィールドの火災現場にあったものと酷似していた。このことから、このロサンゼルスにおける連続放火事件は、ベイカーズフィールドやフレズノで放火事件を起こした放火犯と同一人物であると考えられた。この連続放火犯は犯行内容からピローパイロと名付けられた。ちなみにこれらの火災は閉店後ではなく営業時間内に火をつけられていた。どうやらこの放火犯はだんだんと犯行が大胆になってきているようだ。またその後の調査でどうすれば火が早く回るかを熟知した者による犯行であると判明した。消防関係者の中に犯人がいるというケイシーの読みは現実味を帯びてきた。1991年4月、カリフォルニアにてピローパイロ対策本部が設置され、本格的に捜査が始まった。そして対策本部の調査官3名がケイシーの元を訪れ、彼が調べていた指紋の写真を提供してもらい、それをロサンゼルス郡保安局のロン・ジョージに送った。ロン・ジョージは軍の警察官の指紋すべてを管理しており、さらに警察官の職に応募したことがある人間の指紋も持っていた。つまり、過去に犯罪を犯した者の中から犯人を探すのではなく、警察官や警察官を志した者の中から犯人をあぶり出そうとしたのだ。すると、ある人物がヒットした。その指紋の主は、グランデール消防署の署長、ジョン・オールだった。彼は放火調査官の職に20年従事し、その後、消防署の署長となっていた。彼は1971年にロサンゼルス市警の職に応募しており、その時の指紋の記録が残っていたのだ。彼は警察官を志したが、面談した採用者に未熟と判断され、さらに心理学テストで警察官には不適当とされ、不採用となっていた。指紋の主がオールだと判明した後、州南部で会議が開かれ、そこにはオールも出席していた。調査官らはオールを現行犯逮捕しようと会議の後、彼を尾行した。しかしオールは尾行に気づいていたのか、火を放とうとはしなかった。この時彼は薄々自分が怪しまれていると思っていたのかもしれない。そしてさらなる決定的証拠が出た。それは彼の虚栄心によるものだった。なんとオールは発火点という名の小説を書き、出版社に送っていたのだ。添え状にはこう記されていた。この小説は過去8年にわたりカリフォルニアで連続的に放火した放火犯のパターンを追った作品である。犯人はまだ捕まっておらず、しばらく捕まることはないだろう。私の作品の中では犯人は一人の消防士である。調査官たちはその小説を手に取り読んでみた。するとそこには実際の事件と酷似した内容が記されており、間違いなく連続放火犯ピローパイロが書いたとわかるものであった。1991年12月4日早朝、
捜査官らがオールの自宅に到着し、家宅捜索を行った。すると、彼の車のマットの下から黄色のメモ用紙、バッグの中からはタバコ、マッチ、輪ゴム、ライターが見つかった。こうしてジョン・オールは29件の放火と4件の殺人で有罪となり、仮釈放なしの終身刑が下った。彼が書いた小説、発火点にはこんな一文がある。連続放火に至る人間は大抵小さい頃に火遊びをした経験がある。放火犯は逮捕されない限りやり続ける。捕まることなく成人すると、それは性的な空気を帯びてくる。放火犯は精神的に不安定で人と関わるのが苦手だ。そのため、火は友人であり、恩師であり、時には恋人にもなるんだ。連続放火犯、ジョン・オール。彼は1984年から放火に手を染め、捕まるまでに2000件以上の放火をしたと見られています。ちなみに映画チェーン・オブ・ファイアはこの一連の事件を題材にしています。オールは虚栄心や承認欲求が強い男でした。彼は友人ととあるホームセンターの火災の件について話したことがありました。その友人があの火災は事故に決まっていると話すと、オールはひどく怒ったそうです。それは事故ではなく彼が放火したからでした。強い承認欲求を持った犯人は自身の犯行を事故で片付けられたり他者による犯行とされることをひどく嫌がります。自分が起こした事件を作品、手柄といったニュアンスで捉えているのです。これはシリアルキラーにもよく見られることで、例えばキース・ジェスパーソン。彼が起こした事件では犯人として別の人間が逮捕されていました。普通の犯罪者の思考であれば身代わりになってくれてよかった。そう考えるでしょう。しかしジェスパーソンは自らが犯人だと名乗り出ました。自分が起こした事件が他者の犯行だと世間に思われているのが気に食わなかったのです。連続放火犯のオールは名乗り出ることはありませんでしたが、有り余る承認欲求を抑えきれず、自身の犯行を元にした小説を書いてしまいます。これがあだとなり、彼は逮捕されることとなりました。こうした放火犯にはいくつかタイプがあります。1、愉快犯。2、英雄思考。3、復讐。4、隠蔽。5、鬱憤晴らし。オールのケースでは1と2に該当するでしょう。愉快犯タイプは放火そのものを楽しみ、自らが放った火が大きく燃え上がる光景に興奮します。このタイプの犯人は現場に戻り、見物することが多いとされています。英雄思考タイプは自分で火を放ち、真っ先に消防に連絡をしたり、消火活動に当たります。それは自分がヒーローになることを目的とした放火で、承認欲求を満たすための放火です。このタイプの犯人の中には、消防士を志している者や、現職の消防士、消防団に属している者がいるとされていますが、このオールがまさにそうです。彼もまた、なぜか火災現場に真っ先に到着していました。彼は放火をすることで満足感や興奮を得て、さらに火災現場に真っ先に到着し、消火活動に当たることで名誉や称賛を得ていました。しかし、それだけでは満足せず、小説、発火点を書いてしまったのでした。こんばんは、クリミナルです。今回は2008年に日本で発生したある事件をご紹介します。大阪府のとある民家に住む女性、千代さんが行方不明になった。夫の誠さんによれば、数日前に夫婦喧嘩をした際に千代さんが家を飛び出し、それ以来行方がわからなくなったとのことだった。夫の誠さんと千代さんは二人暮らしで、長女は実家を出ていた。母親と連絡が取れないことを不審に思った長女は、父親の誠さんを問い詰めた。すると誠さんは、千代は喧嘩をした後に家を出て行った。今どこにいるかわからないと答えた。その後長女は誠さんを引き連れて警察署へと赴き、家出人捜索願いを届け出た。話を聞くと、誠さんと千代さんはしょっちゅう夫婦喧嘩をしていたようだ。
そして捜索願いを届け出たその日の夕方、事態は急展開した。長女が実家のあたりを見回っていると、なんと井戸の中に人間の手のようなものを発見したのだ。長女はすぐさま通報し、現場にはレスキュー隊が駆けつけた。井戸の直径は約1メートルで、深さは10メートル以上。井戸の底は空気が薄そうだったため、レスキュー隊は酸素ボンベを持ち、井戸の中に降りた。すると、くの字の状態で横たわっていた女性を発見したが、すでに息をしていなかった。遺体にハーネスを取り付け、ゆっくりと持ち上げていった。こうして遺体は井戸の奥底から回収された。遺体はびしょ濡れの白いブラウスとスカートを着用しており、腰のあたりまで伸びていた髪の毛先からは水が滴り落ちている。遺体の顔は少し肥大化しており、手足の先には表母皮形成が見られた。表母皮形成とは、身近な例を出すと、長時間入浴した際に指先がシワシワになる状態のことだ。一旦遺体は母屋の居間に運ばれ、そこで検視がなされた。遺体の頭部には殴られたような跡が確認され、事件性ありと判断された。そして長女に発見された遺体の身元確認をしてもらうと、それは行方不明となっていた千代さんであることが判明し、長女はその場で泣き崩れた。その後、司法解剖のため、遺体を法医学教室へと移送することとなったが、すでに現場には多くの報道陣が駆けつけ、ごった返していた。そのうちの一人のカメラマンがロープを乗り越え、勝手に井戸の中を撮影しようとしたため、鑑識班員が怒鳴りつけた。警察は事件現場となった家屋や周辺の捜査を開始した。すると、浴室のステンレス製の浴槽に凹みが発見され、浴室から井戸にかけて何かを引きずったような跡が確認された。その捜査の様子を聴取を受けていた夫の誠さんがちらちらと横目で確認している。白い半袖シャツにベージュのズボンを履いた誠さん。質問に対ししきりに首を横に振っている。百戦錬磨の捜査員 A は誠さんの挙動を見てすぐに異変を覚えた。誠さんの近くを誰かが通り過ぎると過剰なまでにびっくりしたり、しきりに目をキョロキョロさせていた。そこでわざと目を合わせてみると、彼はすぐに視線をそらした。捜査員 A は夫が妻を手にかけた。そう直感した。事情聴取を受けた夫はすぐに落ちた。捜査員 A の直感の通り、夫が妻を殺めたのであった。以下は加害者である夫の供述である。私は日常的に妻からの言葉の暴力で追い詰められていた。事件の日、妻と激しい口論になった。私は激怒し、浴室で妻に暴行した。妻がぐったりとしたため、井戸まで妻を引きずっていき、井戸に投げ落とした。なお、司法解剖の結果、被害者の死因は窒息死であった。その後夫は通常逮捕され、調べに対し、喧嘩になって妻を殴ったらぐったりとしていた。妻は死んでしまったと思い、気が動転して井戸に投げ落としたとして殺意を否定した。裁判において精神鑑定が実施されたが、加害者である夫には責任能力があったとされ、殺人・死体遺棄容疑で実刑判決が下った。親族殺人の中で配偶者殺しが最も多いのは皆さんご存知だと思います。今回の事件はまさしくそれで、夫が言葉の暴力を受けていたと供述しています。夫婦間の DV と聞くと、妻側が被害を受けるイメージをお持ちだと思いますが、実は日本において夫が被害に遭うケースが多くなってきています。2000年の夫の被害率は約 32% でしたが、2019年には 46% にまで増加しているのです。アメリカノースウエスタン大学医学部の犯罪心理学研究所長ロバート・ハンロン博士によると、家庭内殺人を犯す男は前科はないが重篤な精神疾患を持ち、
知能が低めで認識機能障害があるケースが多いと言います。ハンロン博士によると、彼らの犯行の多くはカッとなってやってしまったことで計画性がない。また、犯行時にはドラッグやアルコールの影響下にあり、妻やパートナーとの不和、破局をめぐる嫉妬や復讐心が犯行動機であることが多いと言います。この事件を起こした夫の犯行も、すぐに見つかってしまうであろう井戸に妻を落としたことから、計画的な犯行ではなかったことでしょう。また、参考文献には書かれていませんでしたが、犯行時、もしかしたら夫は飲酒をしていたのかもしれません。日頃から喧嘩を繰り返していた夫と妻。長年にわたって蓄積された怒りや不満が、ついに爆発してしまったようです。最後に、ある格言をご紹介して終わりにしたいと思います。FBI プロファイラーのジェームズ・リースは、こう言いました。犯罪の現場には採取や検査の不可能な手がかりが存在する。愛を採取できるか？怒り、悲しみ、恐怖、それを見つけるのが我々だ。また、ある米国の小説家はこう言いました。家族との喧嘩は悲惨だ。単に痛みや傷を負うのとは違い、肌を裂かれたような、消すことのできない跡が残る。今回はアメリカの女性のキラーをご紹介します。スーザン・スミスは1971年9月にアメリカ・サウスカロライナ州ユニオンに生まれた。彼女は3人兄弟の末っ子だった。両親はスミスが7歳の時に離婚。その数週間後、スミスの父親は自ら命を絶ってしまう。父親を失ったことでスミスはひどく悲しみ、塞ぎ込んでしまう。彼女は父親の声が録音されたテープを繰り返し聞く日々を送り、13歳の時にはスミス自身も自ら命を絶とうとした。その後、母親のリンダは地元の実業家と結婚し、家族は新しい家へと引っ越した。そしてスミスが15歳になった頃、悲劇が始まった。ケイフが彼女にいたずらをし始めたのだ。この虐待はその後ずっと続いた。スミスは母親のリンダに相談しようとしたが、リンダは取り合わなかった。次にスミスは社会福祉局に連絡を取ったが、何の助けも得られなかった。そこでスミスは学校のカウンセラーに相談した。するとカウンセラーは母親のリンダに事情を話してくれた。そして家族会議が開かれ、ケイフが二度と手は出さないと誓ったため、お咎めなしとなる。しかし、ケイフは虐待をやめず、スミスの体を触り続けた。ケイフの虐待が続く中、高校を卒業したスミスは地元の店で働き始めた。その頃彼女は既婚の男性、同僚の若い男性、そしてケイフと同時に関係を持っていた。しばらくして既婚者の男性との関係が終わった頃、スミスはオーバードーズをし入院した。彼女のかかりつけの医師はストレスによる適応障害と診断している。退院後、スミスは職場に復帰。しばらくすると、その店で同級生のデビッド・スミスが働き始めた。二人はすぐに恋に落ち、何の計画性もなくすぐに結婚した。この突然の結婚に対し、デビッド・スミスの家族は困惑した。なぜなら、彼の兄が病で亡くなったばかりであり、喪失感に苛まれていたからだ。その後、デビッド・スミスの父親は自ら命を絶とうとし、母親は別の地へと引っ越してしまった。若い夫婦は家族からの援助は得られず、二人だけの力で生きていくことを強いられた。そんな若い夫婦は二人の子供に恵まれたが、経済的に困窮し、夫婦仲が急激に悪化した。1993年には別居し、子供はスミスと暮らすことになる。ちなみに彼女はこの別居期間中に不倫をしており、夫も不倫していた。
その後スミスは新しい勤務先に勤め始め、その勤務先の社長の息子であるトム・フィンドレーと出会う。スミスは彼に一目惚れし、猛アタックした。そして二人はすぐに付き合い始めた。ただ、フィンドレーは連れ子には否定的で、子供の面倒を見ろというのなら別れるしかないとスミスに告げていた。それでも二人の関係はしばらく続いたが、1994年10月25日、事件は起きた。二人は些細なことで口喧嘩をした。その過程で怒り狂ったスミスがある言葉を発したことで二人の関係は終わる。私、ケイフにずっといたずらされているの。あと、あんたのお父さんとも寝たわ。父親を侮辱されたフィンドレーは激怒し、今すぐ出て行けと言い放った。こうしてフィンドレーに突き放されたスミスは何度もフィンドレーに電話をかけた。しかし彼は応じてくれなかった。するとスミスは恐ろしいことを思いついた。彼にとって邪魔な存在である二人の息子を消せばいい。同日の夜、フィンドレーと喧嘩した約3時間後である。スミスは車で自宅に戻り、息子たちを連れ出した。そして湖に移動し、息子たちを後部座席に縛り付けた。自身は車から降り、車を湖に沈ませた。その後スミスは現場近くの民家のドアをノックした。そしてその家にいたカップルに彼女はこう話した。車に乗っていたら黒人の男性に襲われて息子たちが誘拐された。話を聞いたカップルはすぐに警察に通報した。現場に駆けつけた警察官にスミスは事情を話した。私は友人の家に行く途中でした。信号待ちをしていたら突然黒人の男に襲われて私は車から放り出されました。車には3歳と1歳の息子が乗ったままでした。もちろんこれはスミスの作り話であるが、話を信じた地元住民や警察は協力して大捜索を始めた。また、スミスはテレビカメラの前で子供を返して何でもするわ、と泣き叫んでみせた。こうして悲劇の母親となったスミスには多くの人が同情し、子供たちの無事を祈り、街の至るところに黄色いリボンが結びつけられた。しかし、いくら捜索を続けても誘拐された子供たちは見つからない。そのうち警察はスミスが怪しいと感じ始めた。そこでポリグラフ検査をしたところ、顕著な陽性反応が出た。そして1994年11月3日、当局の追及に耐えられなくなったスミスは真実を打ち明けた。私がやりました。沈んでいく車の中で息子がシートベルトを外そうともがいているのが見えました。でもどうにもできなかったし、どうにかする気もありませんでした。スーザン・スミスには極刑が宣告されるものと見られていたが、彼女の悲惨な生い立ちや精神疾患などが考慮され、終身刑が言い渡された。こうしてスミスは投獄されるわけだが、彼女はその刑務所においてマリファナを吸い、二人の刑務官と関係を持った。スミスに誘惑され、その誘いに乗ってしまった刑務官は起訴された。現在もスーザン・スミスは収監されており、2024年に予定されている仮釈放の聴聞会の場を待っている。フィンドレーとの関係を修復したいがために自らの子供を犠牲にしたスーザン・スミス。日本においても神奈川県厚木市で母親が交際相手と遊ぶために子供たちを車に残し熱中症で死なせてしまった痛ましい事件がありました。どちらの事件も彼女たちは母親であることを忘れ、子供よりも男を選びました。スミスには今までの人生をリセットし、一からやり直そうという考えもあったかと思います。むしろ今までの人生が間違いで、フィンドレーと出会った瞬間から私の人生が始まる。そんな風に考えていたのかもしれません。いわば現実逃避のようなもので、
子供の存在を消し、フィンドレイと復縁することを夢見ていたのでしょう。悲劇の母親となった自分を白馬に乗ったフィンドレイが迎えに来てくれて、私たちは幸せに暮らす。そんな青写真を描いていたのではないでしょうか。スミスは15歳の頃からケイフにいたずらをされていました。父親が自ら命を絶ってしまったこと、ケイフに虐待されたことで、彼女は精神的に不安定になってしまいます。事件内容を見ると、性に奔放のようなイメージを持ってしまいますが、こうした被害に遭った女性は自分を騙し、自分を無理やり納得させ、耐えてきたケースもあります。ケイフにされたことは大したことではない。こんなことはどこでも起きていることだ。と自分に言い聞かせるのです。また、虐待の被害に遭うことで、乖離性同一性障害や PTSD、境界性パーソナリティ障害、統合失調症を患ってしまうケースもあります。新たな人格を作り出すことで痛みから逃れようとするのです。中には虐待の被害に遭った人格部分が性的放縦人格になり、愛のない行為を繰り返し、自身の主人格を生き地獄に落とそうとすることもあります。もしかしたらスミスもそんな症状や思いを抱えて生きてきたのかもしれません。ただ、子供を殺めたことは決して許されることではありません。最後に格言をご紹介して締めたいと思います。子供たちに何をするかによってその社会のモラルを測ることができる。ディートリッヒ・ボンヘッファー。人生における最大の悲劇は幼子の死だ。それは全てを変えてしまう。ドワイト・アイゼンハワー。メリーゴーランドに乗った子供はなぜ一回りするたびに親に手を振るのか。そしてなぜ親は手を振り返すのか。それがわからなければ人間を理解できない。ウィリアム・ディ・タメウス。